こんにちは、笠尾です。漢字でわかる絵画と絵本の絵の深読み教室を始めていきたいと思います。絵本の絵をテーマごとに深読みしていく企画を続けておりまして、第1章、表紙の機能、第2章、世界観、そして第3章が象徴なんですね。それを今やっているところなんですけども、今回はその第3章4節としまして、色が象徴するものに焦点を当て、絵本の絵を深読みしていこうと思っております。今回ですね、深読みするにあたり引用させていただく絵本は2冊ありまして、1冊目がこちらですね。これ、ミロコマチコさんの俺と黄色。これですね。で、もう1冊が、サトシ北村さんが絵を描いたアングリーアーサーです。詳しい書誌情報はですね、概要欄に書いておきますので、そちらをご覧ください。色が象徴するものとして、赤は情熱、青は冷静さ。これはですね、よく言われることですよね。実際この2つは絵本の中でもよく使われるわけなんですよ。で中には色としてですね、これ何を象徴してるのか分かりにくいなっていうものが、色というだけではなくて話の文脈からちょっと分かりにくいというものもあると思うんですね。今回はそういうものを私独自の見方で奥まで深読みしてみようと思うわけであります。そんなわけですから作家ご自身がですね、そんなこと考えてなかったみたいなことも十分にあり得ることではあるということをあらかじめご理解いただければと思っております。ではですね、まずはこちらですね、怒りのアーサー、こちらから行ってみたいと思います。まずこれ見ていただいて分かりますように、ここに怒っているアーサーいますね。怒ってるアーサーで、ここにアングリーですよ。アーサーでしょ、赤でしょね、怒りの赤ですよね。でこちら側にこの雷みたいなギザギザの形ですね。このギザギザの形も怒りを表しているって感じしますよね。でただですね、これはいつも言ってるように表紙ですからいかに読者に分かりやすくするかっていうことがメインに作られてるわけですね。ですからこれはデザイナーが考えて、ここは赤にしよう、でここにこういうのを入れていこうみたいな感じなわけですよ。でここの2つを除いたものが元々の絵になっていると思っていただければいいかなと。そうするとですよ、この怒っているアーサーね、もう顔明らかに怒ってますよね。でこの中で支配的な色って何かって言ったら空の紫でしょね。この空の紫がすごく強い印象を与えませんか。じゃあね、さっき怒りは赤だよねっていう分かりやすい赤。じゃあなんでここ紫でなっているのかと、もっと赤く燃えててもいいじゃないかみたいに思うと思うんですよね。でもここで紫だと、これは何でなのかをちょっと考えてみたいと思うんですよ。これですね、この絵本はアンガーマネジメントというか、もう子供怒りますよね。子供って何かあったらすぐに怒っちゃう。これどういう状況で怒っちゃったかっていうと、そのこのアーサーですね、お母さんが「アーサーいつまでこのテレビで漫画見てんの、さっさと寝なさい」みたいな、そういうことです。でなんでやめなきゃいけないんだよみたいになって怒り出したと。単純ですよね。でそれで、怒りが爆発してどんどんですね、もう家の中はめちゃくちゃになるわ、世界はバラバラになるわ、最後はですね地球がもうボロボロになるみたいな状況にまでなるような絵本なんですね。でそこでこの本っていうのは子供に怒りというものを、客観的に見せると。あんたよく怒ってるけど怒るってこういうことよみたいなことを見せるための絵本なわけですよね。そうするとですよ、単に怒ってるっていう状態を見せればいいってわけではないですよね。怒ってる。でそこからだんだん冷静になっていく。だから青から言ったら青になっていくようなもんじゃないですか。冷静になって青くなるわけですよね。そうするとその途中っていうのは赤と青が混ざっていて、もうなんか怒りがどうにもなんないんだけど、でもこのままでもどうしようもないなっていう状況ってありますよね。それが紫ってことじゃないですかね。赤と青入り混じっている、そんな状況ですよ。で彼もですね怒っているんだけど、ちょっとこのシャツ見てください。シャツがね、赤い島と青い島でしょ。これ両方の色を混ぜると紫ですよね。この怒りとそこからどうやって収まっていくか、その2つっていうものをこの紫がうまく表現していると
いうふうに考えられるのではないかと思うわけですね。さてもう一冊、こちら強烈ですね。これミロコマチコさんの俺と黄色ね。これもう最初ですね、この真っ黒い木がなぜかあるんですよね。真っ黒い木があって、その上の方にこの俺っていう猫がちょこんとこう止まってるんですよ。ちょこんとこの辺に。でそこに黄色いテントウムシが一匹行くんですね。でなぜか分かんないんですけど、この俺ってやつがもう大騒ぎするわけですよ。そうすると他の動物がいろんなもんがもうバン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 、それもみんな黄色なんですけど、それが出てきて、もう黄色の世界になり、それにか乱され、で大暴れするということになっていくわけですね。でそれが俺と黄色の関係なんですよ。で最後にもう暴れまくって、もう大変、もうどうしようもねえってことになった瞬間に咲くっていうんですよ。でそのさっき言ってた黒い木ありますよね。そこのところに黄色い花がバーッといっぱい、もうさ花かなんか分かんないけど黄色い点々がですねバーッとついて咲いた。でその後仲良くやってるとか言って終わっちゃうんですよね、この絵本ね。これ一体何なのかと、何なのかってことですよね。皆さんちょっとこれ考えていただけるといいんですけど、まあ私が思うにはですよ、ミロコマチコさんがライブペインティングしてる時、なんかこう何かに疲れてるみたいな感じするじゃないですか。ですごい勢いだったり、もうなんかこう正気をちょっと失ってるみたいな感じで、もう絵の具まみれになってたりしますよね。だけど本人はある部分冷静なんじゃないですかね。青くて。だけどつまり心はちょっと冷静があるんだけど、体の方はもう暴れまくってると。もう黄色で気が狂ってるぐらい黄色い感じなんですよね。でそのせめぎ合いの中でもうわーっと狂乱の中でそれが落ち着くと、おやなんか絵本になってるよね、絵本じゃない、作品になってるよねみたいなことが起こるんだと思うんですよね。そういうようなこう自分が何ですかね、こう天の神様から与えられた力により、何かこうつきものがついてわーっとやっているんだけど、まあかといってそれに完全に翻弄されるわけではなく、冷静に見ている自分もいて、であるところでふっと気づくと、あ、作品出来上がってるわみたいな感じのことなのではないかなと。つまりこの絵本の俺っていうのは、実は俺自身はミロコ・マチコさんなんではないかと。でライブペインティングをしている時の状況を絵にしたらこんなになったと。いやこれ別に誰かに話を聞いたわけでも何かで読んだわけでもなくて、単にこれを見て私はそういうふうに読みましたということなんですよね。でここに出てくる青と、で目赤いですよね。目赤いで黄色と赤と。ということで、まあこういう、2冊ですね。こちらは紫が象徴しているものは何か、こちらは黄色が象徴しているものは何かというようなことについて深読みしてみましたということであります。いかがだったでしょうか。面白いと思っていただけたようでしたらチャンネル登録、いいねよろしくお願いいたします。では。